こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は M5 スティック C プラスの AD 変換機能についてをお送りします。今回 M5 スタック C プラスの AD 変換機能を試すために使用した装置がこのスライドのようになります。AD 変換はアナログ電圧をデジタル値すなわち数値に変換する機能のことです。今回は可変抵抗を角度計に取り付け、可変抵抗からの出力を M5 スティックに入力してこの電圧を測定するプログラムについて見ていきます。こちらに M5 スティック C プラスのピン配列と可変抵抗への接続を示しています。M5 スティックの背面にはピンの配列が印刷されています。今回は M5 スティックの上側にあるピンを使用しました。可変抵抗への接続は両端に 3.5V とグランド端子を接続し、真ん中の端子に G36 ピンを接続しました。プログラムに使用するブロックについて説明します。アナログ入力ブロックはピンを設定するブロックを最初に設定します。アナログ入力ピンは ADC0 と ADC1 より選択することができます。ここでは ADC0 を使用しました。また M5 のピンとの対応をピン番号として設定します。今回は番号36を用いました。次にアナログ値の解像度を設定します。ここでは選択された ADC0 の読み取り解像度の設定を Width アンダーライン12ビットに設定しました。この項目はビット数を変えることにより、読み取られた値をビット数に対応した値として出力することができます。ビット数が大きいほど解像度の高い結果が得られます。今回は Width アンダーライン12ビットを使用しました。この設定ではAD 変換値を0から4095の範囲で出力します。最後に入力減衰率を設定します。これは入力電圧の範囲を設定するブロックとなります。選択されたアナログ入力 ADC0 の入力減衰率を今回は11デシベルに設定しました。この設定では入力電圧の範囲を0から 3.9V の範囲とすることができます。こちらに AD 変換プログラムの全体を示しています。セットアップブロックの下に、アナログ入力ピン ADC0 をピン番号36にするブロックを置き、次に読み取り解像度を12ビットとして設定します。そして入力減衰率を11デシベルに設定し、この下にずっとブロックを配置し、この中にアナログ値を読み取るブロックを置き、この出力をラベル例に表示するプログラムです。それではプログラムの実行状態を見ていきましょう。それでは動作を見ていきましょう。こちらの方ですね。こういう風な形でアナログ値が表示されるようになります。